こんにちは、釣り切符です。今回は芝刈りについての重要な動画になります。このチャンネルでは芝生を育てていく上で気をつけるべきことや季節に合った芝生作業などをご紹介していますが、今回はその中でも僕が一番重要視している芝刈りのルールについてお伝えさせていただきます。ぜひ最後まで見ていただいて、これからの芝刈りメインの7月、8月の作業にお役立ていただければと思います。それでは早速行ってみましょう。まず芝刈りとはもちろん芝生を刈ることですが、芝刈りと一言で言ってもいろいろなパターンがあります。それぞれのお庭にあった育て方やお手入れ方法などにより成長スピード、密度、葉の状態などが変わってきます。また育てておられる方の好みによっても仕上がりが違ってきます。ですので育て方や環境、好みに合わせて芝刈りの頻度や刈り高を決めていただければいいのですが、そこには一つだけ共通するルールがあります。それが3分の1ルールというものになります。今回はこの3分の1ルールについて少し詳しくお話しさせていただきます。ではまず3分の1というからには何かの3分の1なんですが、それは芝生の葉のカットする長さのことを言います。先日僕も芝刈りをしたのですが、いつも自分の好みの長さに合わせるだけで芝刈りをしているわけではありません。今まで何もお伝えしてきませんでしたが、いつもこの3分の1のルールにのっとって芝刈りをしたり、また芝刈りのタイミングを考えて予定を組んでいます。では早速3分の1のカットとは一体どういうことなのかお話を進めていきます。まずこちらを見てください。得意の手書きフリップですが、まず芝生と土を横から見た断面図になります。芝生というのは土の中でランナーが育ち、そこから葉を出し、その葉が太陽の光を浴びることでまたさらに成長していきます。それを分かっていただいた上で、ではもっと細かく見ていきます。土の中ではランナーを中心として、その下には根が伸びています。そしてランナーから上に向かって芝生の葉が伸びているのがわかると思います。ただ一つここで知ってほしいことがあるのですが、ランナーから上に向かって出た葉はいきなり緑の葉ではないということです。ランナーから上に向かって出た葉のすぐの部分は少し茶色色の茎の部分があって、その次に緑の葉が出ているのがわかると思います。ちなみにこの緑と黄色の茎の境目のことを成長点と言います。そしてここからがすごく大切な説明になります。最初はこのような状態で葉がきれいに生え揃っていますが、日にちが経つにつれて当然のことながら芝生は成長していきます。ではどのように成長するかを見ていきます。まず新芽が出てきた状態になります。約1センチあるかないかの葉の長さになります。次に数日後に少し成長した様子です。少しだけ葉が伸びたのがわかると思います。そしてさらに数日経って成長しました。ここでお気づきの方もおられると思いますが、葉が伸びているのはもちろんなんですが、同時にこの茶色の茎の部分、直立系も成長しているのがお分かりだと思います。ではさらに芝刈りをせずに数日後の状態です。葉も茎も両方伸びているのがよくわかると思います。そしてここから本題に入ります。普段通りのお手入れではこの2番の状態の時にいつも芝刈りをしているのですが、休日に雨が降ったり家族旅行などで芝刈りができなくなることもあって3番の状態まで伸びてしまいました。この時いつも刈り高を2センチに設定して芝刈りをしているので、今回も芝刈り機の設定は2センチのままで芝刈りをしてもいいかと言いますと、それがダメなんです。なぜダメかはもうお分かりだと思いますが、この2番と3番を比べていただければよくわかると思います。見ての通り3番の場合2センチでカットすると緑の葉がほとんど残らないのがわかると思います。そうなるとどういうことが起きるかなんですが、実際に去年の実験を見ていただきたいと思います。これは
刈高を比べた時の実験です。左から10ミリ、20ミリ、30ミリとはっきりとわかるくらいに差が出ています。当然の結果といえばそうなんですが、見た目が悪くなるだけではないんです。歯が短くなるということは、それだけ光合成をする量が減って成長スピードも遅くなり、時期によってはそのまま休眠に入ってしまうこともあります。そしてこの成長点付近で芝をカットすることで葉の部分が少なくなり、茎の部分が多くなって全体的に茶色く見えることを軸刈りと言います。そうなんです。これが軸刈りです。芝生を育てておられる以上、よく耳にするかと思いますが、この軸刈りをできるだけしないように芝刈りをしないといけないということになります。ではここからはどうすれば軸刈りを防げるかをお伝えしていきます。まず軸刈りを防ぐ一番簡単な方法から言いますと、単純に芝刈りをこまめにすることです。例えば2センチの刈高をキープするときは3センチになったらすぐに芝刈りをします。そうなんです。ここで今回のテーマである3分の1ルールというのを適用します。全体の長さが3センチになったら、ここで3分の1の1センチをカットする。つまり刈高を2センチに設定することがこの場合の適正な刈高になります。また3センチになるたびにこまめに芝刈りをすることで軸刈りも防げますし、芝刈りの回数を増やすことで密度も高くなっていきます。ただ先ほどご説明させていただいた通り、毎回絶好のタイミングで芝刈りができるわけではありません。休日が雨だったり、旅行や仕事の関係で芝刈りができないこともよくあります。その時は無理にいつもの2センチに合わせるのではなく、3分の1ルールにのっとって刈高を決めて、その長さで刈っていきます。例えばいつも2センチキープしていたところ、1週間芝刈りを先延ばしにしてしまったために5センチまで成長してしまいました。その時は5センチの3分の1、約 1.5 センチをカットするということで、つまり刈高の設定は 3.0 から 3.5 センチということになります。しかしここで一つ疑問に思った方もおられると思います。今回は5センチの3分の1ルールに従って刈高は3センチから 3.5 センチという風に設定しましたが、では次の芝刈りはどうしたらいいのかということなんですが、結論から言いますと、次も3から 3.5 センチの刈高になります。一度上がってしまった成長点は下がることがありませんので、このまま今シーズン3から 3.5 センチをずっとキープするか、もしくは時期によってはまだまだ成長するタイミングであれば、強制的に刈高を2から 2.5 センチという長さに設定して、わざと軸刈りをして成長点を下げるという方法があります。この場合は見た目も悪くなりますし、全て元の刈高に生え揃うまでにすごく時間がかかります。8月末や9月に入って軸刈りをしてしまうと、元に戻るのにかなり時間がかかってしまいますので、できるだけ刃を伸ばしすぎたり無理に軸刈りをしないように管理をしてください。ということで今回は芝刈りシーズンに入った7月から特に気をつけていただきたい芝刈りのルールについてお伝えしてきました。お分かりになっていただけましたでしょうか。綺麗な芝生をキープすることは簡単なことではありませんが、今回お伝えした芝刈りの注意点は綺麗な芝生を維持するための大きなポイントの一つになりますので、今まで気にしていなかった方は芝刈りをする前にぜひ長さを測ってから芝刈り機の設定をして作業をしてみてください。きっと仕上がりも変わってくると思います。それでは今回の動画の内容を簡単にまとめていきます。今回のテーマ、芝刈りをする時のルールについてお話しさせていただきました。まず芝刈りをする時は刈る前に芝生の長さを測ってください。そしてその長さの3分の1をカットするように芝刈り機の刈高を設定します。ここでもし3分の1以上カットしてしまうと、軸刈りといって芝生の刃を通り越して茎の部分で
カットしてしまうことになります。こうなると元に戻るのにかなり時間がかかりますので、軸刈りにならないように普段からまめに芝刈りをすることという内容をお伝えさせていただきました。参考にしていただいて、この動画が少しでもお役に立てることを願っております。このチャンネルでは自宅のお庭で芝生を育てるための方法や、最初に揃える道具の紹介や、剥げた芝生をいろいろな方法で復活させようと実験をしたり、季節に合った作業項目などをご紹介しています。芝生を始められたばかりの方には特におすすめのチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録してお庭の芝生を育てるお役に立てていただければと思います。そして次回は今回の3分の1ルールを破って3分の1以上カットした時にはどうなるかの実験をしていきます。お楽しみにしていてください。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。